1603年、徳川家康が江戸幕府を開いた。そこから1868年の大政奉還まで、なんと265年間、徳川の時代が続いた。この間、全国規模の戦はほとんどなかった。なぜこれほど長く、一つの政権が続けられたのか。江戸幕府の支配システムには、倒れないための巧妙な仕掛けがいくつも組み込まれていた。今日はその秘密に迫っていく。江戸幕府が260年以上続いた理由を3つの柱で解説する。第1の柱は大名を縛った制度だ。第2の柱は思想と身分で民を支配した仕組みだ。第3の柱は経済と文化で人々を幸せにした戦略だ。最後まで見れば、現代にも通じる組織を長続きさせる秘密が見えてくるはずだ。今回掘り下げる3つの柱を確認しておこう。第1の柱、参勤交代と幕藩体制。大名を経済的物理的に縛った仕組みとは何か。第2の柱、朱子学と身分制度。思想と社会構造で反乱を防いだ方法とは何か。第3の柱、鎖国と経済。情報と富を管理することでどう安定を保ったのか。順番に見ていこう。まず、大名を縛った制度から見ていこう。江戸幕府が最初に直面した問題は、全国に250を超える大名がいるという現実だった。関ヶ原で家康は勝ったが、各地の大名は独自の軍隊と領地を持っている。いつ反乱が起きてもおかしくない状況だった。そこで家康が作り出したのが参勤交代という制度だ。大名は1年おきに江戸と自分の領地を往復しなければならない。この制度には20の狙いがあった。一つ目は経済的な消耗だ。大名行列は数百人から数千人の規模になる。江戸と国元の二重生活、往復の旅費、江戸での屋敷の維持費。大名は常にお金を使い続けなければならず、軍事力を蓄える余裕がなくなる。二つ目は人質だ。大名の妻子は江戸の藩邸に常に留め置かれた。つまり家族がいつも幕府の目の届く場所にいる状態だ。これでは気軽に反乱を起こせない。さらに幕府は武家諸法度という法律を作り、大名同士の無断の婚姻や城の無断修築を禁じた。これらすべてが組み合わさることで、大名は幕府に逆らいたくても逆らえない状況が作られたのだ。次に、思想と身分制度による支配を見ていこう。江戸幕府が安定を保つために使ったのは、武力だけではなかった。人々の頭の中をコントロールする仕組みも作り上げていた。幕府が奨励したのが朱子学だ。これは中国から来た儒教の一派で、上下関係を守ることが美徳であるという考え方を核心に持つ。将軍は大名より上、大名は武士より上、武士は庶民より上。この秩序を守ることが正しいことだと教え込む学問だ。さらに幕府は社会を士農工商という4つの身分に分けた。武士農民職人商人という順番で、原則として身分は生まれた瞬間に決まり、変えることはできない。なぜこれが安定につながるのだろうか。身分が固定されると、人々は今の自分の位置で一生懸命生きるしかないという意識を持つようになる。社会の変革を求めるエネルギーが生まれにくくなるのだ。また、幕府はキリスト教を厳しく禁止した。キリスト教は神の前では人は平等だという考えを持つ。これは身分制度と真っ向から対立する。だから幕府にとってキリスト教は体制を揺るがす危険な思想だった。思想と制度の両面から人々の意識を管理したのが江戸幕府の巧みな点だ。3つ目の柱は鎖国と経済文化の話だ。江戸幕府は1630年代から鎖国を実施した。外国との貿易を長崎の出島に限定し、日本人が海外に出ることも禁じた。なぜ鎖国をしたのだろうか。
一つはキリスト教の流入を防ぐためだが、もう一つ重要な理由がある。それは外国の力を借りた倒幕を防ぐためだ。大名が外国と手を組んで反乱を起こす可能性を根本から断ち切ったのだ。しかし鎖国はただ外を閉ざしただけではなかった。国内での経済活動は活発に行われた。江戸は18世紀初頭には人口が100万人を超えていたとされ、当時では世界最大級の都市だった。戦がないということは、農業商業職人の仕事が安定して続けられるということだ。その結果、江戸時代には独自の文化が開花した。歌舞伎浮世絵俳句相撲落語。これらはすべて江戸時代に庶民の文化として育ったものだ。人々の生活が豊かになり、文化を楽しめる余裕ができると、社会の不満を薄れる。幕府は意識的かどうかはわからないが、結果として不満を文化で吸収する社会を作り上げていたのだ。ここまで見てくると、江戸幕府は完璧な体制のように思える。では、なぜ260年で終わったのか。それは1853年、アメリカのペリー提督が黒船と呼ばれる蒸気船で浦賀に来航したことがきっかけだった。幕府は武力で開国を迫られ、鎖国体制が崩れた。外国との接触が増えると、これまで見えなかったものが見えてくる。欧米の技術や制度は圧倒的に進んでいるという現実だ。幕府内部でもどう対応するかで意見が割れ、権威が揺らぎ始めた。そして天皇を中心とした新しい国を作るべきだという倒幕運動が激化した。260年以上続いた江戸幕府は1868年に終わりを迎えた。内部から崩れたのではなく、外部の想定外の衝撃によって引き倒されたのだ。改めて整理してみよう。江戸幕府が260年以上続いた理由は、3つの柱の組み合わせによるものであった。第一の柱、参勤交代と幕藩体制。大名を経済的に疲弊させ、家族を人質にすることで反乱のエネルギーを奪った。第二の柱、朱子学と身分制度。思想と社会構造で人々が現状に疑問を持ちにくい環境を作った。第三の柱、鎖国と文化の繁栄。外部の脅威を遮断しつつ、国内では豊かな文化を育て、民の不満を吸収したが、これらは単独では機能しない。すべてが同時に機能することで、巨大な安定が生まれた。現代の組織論で言えば、共生と納得と満足を同時に与え続けたシステムだとも言える。そして皮肉なことに、その完璧に見えたシステムが崩れたのは、外から来た想定外の変化によるものだった。どんな強固な組織も時代の変化に対応できなければいつか終わりを迎える。江戸幕府は260年という長さでそれを証明した。今日のまとめをしておこう。江戸幕府は大名を縛る民の意識を管理する、文化で不満を吸収するという3つの仕組みを同時に動かすことで260年以上の安定を実現した。しかしそれは外からの想定外の衝撃によって崩れていった。あなたは今の社会や組織で江戸幕府と似た仕組みを感じることはあるだろうか。ぜひコメントで教えてほしい。次回は大阪の陣に迫る。関ヶ原から15年、豊臣家はなぜ滅ぼされたのか、徳川の最後の仕上げを解説していく。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。